スリーポイントキャラ解説、エレン上編。こんにちは、コバトーンです。エレンの操作を簡単に3つのポイントにまとめてお伝えします。原神や崩壊サードと比べても新しい操作がいろいろ増えていたり、説明がいつも通り複雑で理解しきれないなんてこともありますよね。そこで全部を網羅するのではなく、重要なポイントだけに絞って、まずはキャラの魅力を感じられる操作を覚えようという動画です。前レスゾーン0ではストーリーを進めるとキャラ貸し出しで未所持キャラを使う機会も多いので、そういった機会に面白さを引き出せるようにさらっとポイントを押さえておきましょう。また、すでに持っている人もポイントを改めて整理するきっかけに使っていただけるかもしれません。では早速いってみましょう。エレン女王を楽しく使う3つのポイント。1、しっかりと氷属性攻撃をする。2、通常3段目を意識して当てる。3、ショートコンボを把握する。この3つが重要な内容です。早速それぞれ見ていきましょう。1、しっかりと氷属性攻撃をする。エレンは氷属性のキャラクターです。そのため氷属性攻撃が強化される能力を持っていたり、氷属性ダメージボーナスがついたドライバーを装備したりします。ただし、エレンの攻撃はそのままでは物理属性攻撃です。ホヨバースのゲームでは元素攻撃と物理攻撃は別物として扱われます。そのため元素攻撃を強化したいなら元素バフを装備しますし、物理攻撃を強化したいなら物理バフを装備する必要があるんですね。そしてほとんどの場合、物理と元素両方を強化することはできません。どちらか片方に特化した性能となっています。で、今回のエレンちゃんの場合だと氷属性に特化した仕様ですね。原神をやっていた人には分かりやすいと思います。原神では上里彩香や国星といったキャラクターで元素付与することが可能です。彼女たちは特定の行動で自分の攻撃を元素攻撃にすることができ、その元素に合った元素バフを装備した上で戦闘するわけですが、属性が合っていないと強化が乗りません。あれと全く一緒だと思えば分かりやすいでしょう。そしてエレンちゃんの場合ですが、 HP バー下に表示されているスタックが氷属性ができる回数となっています。このスタックは給湯パワーという名前。特定の攻撃で貯めることができ、通常攻撃やダッシュ攻撃を行うと1段につき1個ずつ消費されます。なので、この管理が非常に大切なキャラということですね。ここで氷属性にするとどれくらいダメージが伸びるのかイメージしやすいようにグラフ化してみましょう。通常攻撃レベル7の段階で比較すると、氷属性と物理属性ではこれくらいの差になります。攻撃の段数によって差はありますが、だいたい 1.6 倍から2倍のダメージ差があるので、積極的に氷属性を付与して当てていきたいですね。2、通常3段目を意識して当てる。エレンを操作して戦うとき、もし一つだけ何かに集中するとしたら、それは通常攻撃3段目を当てることでしょう。とにかくこの攻撃の倍率が高く、ブレイク性能も強力となっているんですね。なのでとにかく意識して当てたい攻撃です。また、エレンの能力構成はこの攻撃を強く使うために作られていると言っても良い作りになっています。もちろん、必殺技に相当する集結スキルや連携スキルが強力なことは言うまでもありません。しかし、集結スキルは3000デシベルごとにチームで一度しか使うことができません。また、連携スキルは戦っていれば自然と使うので、そこまで意識する必要もないでしょう。エレンを場に出した状態で意識的に行動させるのであれば、常に通常3段目を狙うといい感じに動けます。特にポイント1でもお伝えした氷属性化させた時の威力が非常に高いので狙っていきたいところ。なお、ポイント管理ができていないとコンボ中に給湯パワーが切れてしまい、肝心の3段目が物理攻撃になってしまったりします。せっかくなのでしっかり氷属性で当てられるようにしたいですよね。ではその当て方を次で見ていきましょう。3、ショートコンボを把握する。ショートコンボというのは僕が勝手につけた造語です。コンボというと、このゲームにおいてはどうしても他キャラクターとの連携込みで考えることになってしまいます。もちろん強く使うにはそれがベストです。ところが最初はキャラが揃っていなかったりして難しいですよね。なのでキャラクター単体でもできる最も小さい単位のコンボという意味でショートコンボと呼ばせていただきました。今後どんなキャラクターが出るかは分かりませんが、同じように考えられるキャラクターがいたらまた紹介するかもしれません。ひとまずこれを把握しておけば、他のキャラクターと組み合わせて強く使いたい時にもユニットを組み合わせる感じで活用しやすくなりますし、手癖として覚えさせておけばいざという時にさらっと出すことができます。ぜひ基本単位として活用していただければと思います。ここまで紹介した通り、エレンちゃんは氷属性攻撃をすること、そして通常3段目を発動させることが非常に大切なキャラクターなので、そこにつながるコンボを3つ紹介します。コンボ1、ダッシュ、チャージ攻撃、通常3段。まずは基本中の基本です。ひとまず1個しか覚えなくていいんだったらこれだけを覚えましょう。手癖にしてしまっていいです。ダッシュからの
チャージ攻撃からの通常3段です。一つずつ見ていきましょう。まずはダッシュ。方向キーを入れながら回避ボタンを長押し、もしくは2連打することで発動できます。そしてダッシュ中に通常攻撃を長押しするとチャージ攻撃が発動。一定時間腰を低く構えた後、ハサミで相手を切る攻撃を繰り出します。これが相手にヒットすると3ポイント急騰パワーを獲得できます。最後に通常3段。先ほど説明した通り、通常攻撃では1段攻撃するごとに急騰パワーを1つ消費しますから、このチャージ攻撃からの通常3段というのがちょうど急騰パワーを稼げる数と使う数が一致していて使いやすいんです。なのでセットで覚えてしまうと便利でしょう。細かいコツですが、ダッシュ開始は2回押しの方がいい気がします。というのも、ダッシュ開始時にはもちろん回避判定があるため、タイミングよく発動すれば極限回避が出せます。そして極限回避が発動した場合、エレンはチャージ攻撃にかかる時間が大幅に短縮される仕様です。なので狙える時には積極的に狙いたい動きですね。で、これは体感でしかないのでデータは取れていないんですが、2回押しの方が回避判定が長くなっているような気がします。というのも、このゲームは回避を2回連続で行うことができるのがデフォです。そこで回避を2回押した方が回避判定が2回出るので、攻撃とタイミングが合いやすいという話はあり得ると思います。あと操作的な都合ですが、比較的連打を多くするゲームなので、手癖としては2連打でパパンと押した方がやりやすいようにも感じます。ちょっと検証のしようがないので何とも言えないんですが、個人的に感じているコツとしてお伝えしておきますね。参考程度にどうぞ。あともう一つのコツもお伝えします。エレンのチャージ攻撃は思い切って出していいです。というのも、チャージ攻撃のチャージ中には中断耐性がついており、ダメージ軽減もあります。そのため、敵の攻撃に吹っ飛ばされるということはほぼありません。また、一度攻撃が発動してしまえば無敵状態にもなります。先ほどもお伝えしているように、氷属性化している攻撃を当てられるかどうかでダメージに大きな違いが生まれるのがエレンというキャラクター。そのため、多少の被弾リスクを負ってでもチャージ攻撃を出し切ってしまった方が戦闘を有利に進められる可能性が上がるでしょう。ダメージが稼げないと戦闘が長引いてしまい、被弾リスクが上がってしまったり、自分の集中力が切れる恐れもあります。最初はビビって中断しようとしてしまうことがあるんですが、一度チャージ状態に入ったら意地でも出し切るくらいの気合でいった方がもろもろお得な気がします。こちらも検証のしようがないので何とも言えないんですが、僕が感じている所感ですので参考程度に覚えておいてください。コンボに強化スキル派生3段目。次に紹介するのは特殊スキルが溜まっている時の動き。溜まっていない時はできないので注意しましょう。その場合は先ほど紹介したコンボ1を狙い続けるのがおすすめ。特殊スキルのポイントが溜まっているとボタンが虹色に輝きます。この状態でスキルを発動すると、エレンは氷属性攻撃をした上で急騰パワーを1つ獲得します。そしてスキルの後に通常ボタンを押すといきなり通常の3段目を打つことが可能なんです。1段目と2段目を打たずにいきなり3段目を打つため、急騰パワーは1つで十分です。そして急騰パワーはその直前にスキルで稼いでいますから、このコンボも貯める量と使う量が釣り合っていて使いやすいコンボとなっています。また強化特殊スキルは倍率的にも非常に優れているので、溜まっているなら積極的に狙っていきたい動きです。通常攻撃を3段出すよりも短時間で高いダメージを稼げるので、特殊スキルのポイントが溜まっているなら積極的に出していきましょう。コンボ3、強化特殊スキル2段派生3段目。そして最後が一番ダメージの出る方法。エレンは十分にエネルギーが溜まっていると強化特殊スキルが2回打てます。その際、強化特殊スキルに続けてさらに強化特殊スキルを打つと特別な派生技シャークトルネードが発生します。これはかなり広範囲に攻撃できる上、倍率も非常に高く、連携スキルにも迫る倍率が出せるめちゃくちゃ強い技となっています。そしてこのシャークトルネードの後にも通常3段をつなげることが可能です。シャークトルネードでも急騰パワーを獲得することができるので、コンボ2で紹介したのと同じようにエネルギー的にも余計なことを考えずに打つことができます。この余計なことを考えないで済む特性が非常に大切だと個人的には感じていて、前レスゾーン0の戦闘では敵の挙動をかなりしっかり見ておく必要がありますよね。さらにボタンの操作も大事になるので、右手に意識を向けることも多いでしょう。となると左上に表示されている HP バー下の急騰パワーにはなかなか目を持っていくことができないんですよね。慣れてきたらチラチラと確認することはできるんですが、最初のうちは見ることがほぼできないと思います。そんな時に特にポイントを意識せずに打つことができるコンボを覚えておくとかなり便利。急騰パワーのポイントを把握しきれない初心者の人ほどおすすめできるコンボなので、ぜひ使ってみてくださいね。まとめ、いかがだったでしょうか。エレンを操作する上で大切になるポイントを3つにまとめて紹介しました。
網羅的に紹介してくれる YouTuber さんや数値まで紹介してくれる配信者さんは他にもたくさんいらっしゃいますので、詳しく知りたい場合はそちらをチェックしてみるといいでしょう。ひとまず気持ちよくプレイできる入り口として押さえてほしい3つのポイントを今回は紹介させていただきました。改めて整理しておくと、強化特殊スキルのエネルギーが溜まっていないときはダッシュ、チャージ攻撃、通常3段。強化特殊スキルのエネルギーが溜まっているときは強化特殊スキル派生3段目。さらに強化特殊スキルのエネルギーが2回分以上溜まっているときは強化特殊スキルシャークトルネード派生3段目というおすすめコンボでした。これを覚えておくだけでかなり快適に戦えるようになるので、ぜひ使ってみてくださいね。ストーリーでもエレンちゃんを貸し出しで使える機会はかなりあるので、手に入れていない方もメインストーリーをプレイする際に思い出してみてください。では今回の情報もあなたが全レスゾーン0を楽しむための一助として参考まで。When I try, I'm second to none. You will get to say hello to my jaws. It's just gotta buy, don't you know?